本日は、まだらの子を使って3品料理を作りたいと思います。ぜひ最後までお楽しみください。はい、どうもこんにちは。とある料理屋料理長のピエールです。本日は、マダラを使った料理第3弾になりますね。マダラのメスから取れる子供ですね。マダラの子。これをですね、使った料理をいくつかご紹介したいなと思っております。今、動画回してるのが2025年の1月19日。ちょうどマダラが美味しい時期になります。今月はこの辺の各地域でカンダラ祭りという一大イベントもやっております。実はね、本日昼間ある地域で開催されてたので行ってまいりました。めちゃくちゃ楽しかったですよ。やっぱりね、人も多くて県外からもたくさんの人が来てました。それでね、寒い中で食べるカンダラ汁、やっぱり美味しいですね。すごく美味しかったです。ああいったイベントはね、ぜひ積極的に今後もね、やっていってほしいなと思っております。なんかね、町おこしじゃないんですけれども、カンダラ汁っていう文化はね、続けていってほしいなと個人的に思います。ではね、調理の方に移りたいと思います。それでは、本編を、どうぞ。はい、本日もよろしくお願いいたします。その前に簡単な紹介を。このチャンネルは1年を通じて旬の魚のさばき方や刺身その他の料理を解説を交えながら紹介しております。最新情報のお見逃しがないようぜひチャンネル登録をお願いいたします。まずはタラの子醤油漬けから作ります。タラといえば白子が絶大な人気あるんですけれども、実はね、隠れた主役と言われるのがこのマダラの子の方ですね。マダラの子もですね、いろいろな料理が作れるので大変人気があります。でね、このタラの子、仕入れたらまず醤油漬けにしましょう。醤油漬けにすることによって様々な料理に使うことができますし、あと保存が効きます。それからですね、タラの子をまず、固めなければいけないので、固めるためにはこの醤油と酒を入れてよく混ぜて一晩寝かせる必要があります。はい、こちらがですね、一晩寝かせたタラの子になります。包丁でほぐしたものをボウルか何かに入れて、酒と醤油だいたい1対1ですね、同量を入れて、それでよく混ぜて寝かせておきます。一晩と言いましたが、ものによっては数時間ほどで固まりますので、固まっていればすぐ料理に使って結構です。タラの子の立ちにもよるんですけれども、固まらない時があります。そういった場合は次に紹介するタラの子入りに使用しましょう。それでですね、当店はタラの子醤油漬けに様々な食材を入れています。まずイカとえのき、それからですね、タラの胃袋を入れています。胃袋は食感を楽しむためのもの。少しぐにゅっとした食感ですね。タラの子に非常に合います。イカは今回ヤリイカを使っています。あとえのき。両方ともですね、さっと茹でてすぐに冷やしましょう。胃袋はよーく茹でてください。そして内側が少し汚れてますので、内側だけ薄く削いで、それから細かく切りましょう。イカなんかはですね、多少生でもいいぐらいなので、ほんとさっと茹でてください。あんまり茹でると硬くなってしまいます。はい、そしてイカもえのきも水分をものすごく吸いますので、ここはペーパーにくるんでよく水気を取って、それからタラの子に入れてください。あと胃袋ですね。胃袋は細かく切ってくださいね。あんまり分厚く切ると噛み切れなくなってしまいますので。そしてどちらもですね、水分が入っているとすぐに悪くなってしまいますので、よーくペーパーで水気を取るようにしましょう。はい、では2品目、タラの子入りを作りたいと思います。これはですね、先ほど申し上げたんですが、タラの子が固まらない時があります。そういった場合はこちらの料理に切り替えてください。
タラノコ醤油漬けを作って固まった場合でもこの料理に使用することは可能です。ということは、タラノコをスーパーか何かで仕入れた場合、まずはですね、固めることを試みてください。そして固まれば具材を入れて生で食べることができますし、反対に固まらなければこのようにタラノコ入りに使用すればいいかと思います。あとはこのやり方でパスタなんかを作ってもいいかと思います。白滝の代わりにスパゲッティを入れて。タラノコ入りのレシピも概要欄に載せておきますので、よかったら参考にしてみてください。注意点は、とにかく水分を飛ばすこと。白滝から水分がどんどん出てきますので、焦げないようにじっくり弱火で入りにしてください。そしてですね、色味でですね、人参を薄く切って、そして火を止めた鍋に入れてください。そうするとですね、人参の食感もちょうどいい塩梅になるかと思います。盛り付けた際は万能ネギなどの青みを乗せてください。そしてお好みで一味を入れてください。ご飯にも合うし、とってもいいおかずになりますよ。はい、以上で2品目の完成です。当たりますように。日本酒来い。日本酒。ピンク。生たらこですね。たらこ？すごいじゃん。すごいじゃん。丸もすごい。はい、では次3品目。タラの親子煮を作りましょう。まずはいつものように切り身を作ります。切り身はスーパーにも売ってるんでね。家庭で1本買うっていうのは大変ですからね。スーパーで切り身を購入してください。そして煮汁を作ります。今日はね、この鍋で煮るのではなく、バットにですね、一度煮たこの煮汁を入れて、そしてスチームコンベクションで調理していこうと思います。タラの身って結構崩れやすいんですよね。なので切り身1つや2つでしたら鍋で煮るのもいいのですが、このように大量に作るとなると煮崩れする可能性がちょっと非常に高いもので、そういった場合はこのようにバットにですね並べて、あとは熱々の煮汁を入れて、そして蒸して味を含ませるというやり方もよろしいかと思います。どちらにしろね、最終的にタラノコを入れたあんを上からかける予定ですので、今回はこの方法で作ることにしました。はい、蒸し上がったら上からかけるあんを作っていきたいと思います。このね、煮た煮汁をそのまま使いたいと思うので、まず切り身だけ別のバットに移します。そしてこの煮汁を鍋に移して、タラノコを加え、はい、このように加えて、はい、そして、少し煮詰めて、あとは片栗を入れてとろみをつけていきます。そしてこのあんを切り身にかけて完成になります。はい、今回はちょっとざっとですけれどもね、これで3品目の完成になります。はい、本日の仕込みは以上となります。タラノコ醤油漬け、タラノコ入り、そしてタラの親子煮、どれもですね、ご飯に合いますので、ぜひ作ってみてはいかがでしょうか。本日もご視聴いただきありがとうございました。ご意見ご感想ありましたらコメントいただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。おっす。